急に依頼して悪かったな。本来だったら、セバスチャンに頼んで調べてもらうことを、今回はお前に頼んでしまった。こちらも忙しかったとはいえ、礼を言う。早速本題に入ろうか。調べてもらっていたロンドン貴族連続失踪事件について、聞かせてもらおう。なるほど。今は1889年3月15日。今月に入ってすでに3人もの貴族が行方不明になっているということか。共通点がある。なるほど。報告書を見せてもらおう。なるほど。行方不明になった3人に共通して、全員直前にある人物と接触している。さらに、残された部屋にグレーの封筒。失踪する直前には部屋の時計が止まっていた。この3つの共通点があるということだな。この封筒は回収できたのか？さすがじゃないか。見せてもらおう。なるほど。これが失踪した3人の部屋に残されていたグレーの封筒。封筒には何かの組織を意図するような印が押されているな。この紋章は僕は見たことがないが、セバスチャン、心当たりは？セバスチャンも知らない。それはきっと新しい何かの組織を意味する。この封筒の中身、お前は確認したか？うん。時間とメッセージと回収日が書かれていた。私も見てみよう。エドモンド・ウィットモア。これは、名前だな。なるほど。お前の言う通り確かに。時間、1時12分。さらに、メッセージ。Your wish has been granted. Payment will be collected. 願いは叶った。代償はいただく。どういう意味だ？さらに、回収日。1889年3月3日。この回収日というのは心当たりは？なるほど。よくわからないが失踪した日と一致する。この手紙から推測するに、この手紙をもらった失踪した貴族たちは何かの契約をして、その代償として行方をくらませた。そう考えるのが妥当だな。他の3つの手紙も見てみよう。ベネディクト・ホーソン。全く同じような手紙のやり方をするんだな。なるほど。こちらも時間、そして同じメッセージ。回収日は3月5日。このメッセージと回収日は予測できたとして、この時間が何を意味するのか、それも考える必要がありそうだな。
さらに、エレノア・ブラックウッド。なるほど。時間と回収日、3月7日。それ以外は一緒。時間は3人ともバラバラなようだ。この3人に関する情報は、さすがだな。そろそろ僕の番犬にでもなるか。冗談だ。さあ、情報を。相変わらずお前はまとめるのがうまいな。とてもよくまとまっている。やるじゃないか。直近被害者リスト1。エドマンド・ウィットモア卿。政治家だな。回収日、3月3日。このエドモンド卿が失踪する前後、何が起こったかが書いてあるんだよな。なるほど。今まで地位が低く、なかなか評価されていなかったエドモンド卿が、突然、誰からも認められる権力を得たと。影響力が増し、周囲が従うようになった。さらに、発言まで通るようになった。しかし、周囲の人間は意識を失ったように従っている。目がうつろ、会話が成立していない。なるほど。これは明らかに信頼で勝ち得たものではなく、強制的な何かだな。2人目は、ベネディクト・ホーソーン卿、資産家か。こいつも回収日と同じ日に失踪したと。投資に失敗して破産寸前だったところ、突然失った財産を取り戻した。はあ。不自然なほど資産が増える。取引がすべて成功。しかし、お金の出所が不明。関係者が次々と不幸になる。取引相手が消える。はあ、随分と雑なやり口だ。これは間違いない。さっきの封筒の何かと関係があるな。3人目。エレノア・ブラックウッド嬢。この女性は最近婚約者に振られたと。振られた直後、その婚約者がもう一度求婚したと。なかなかない事例だ。なるほど。相手から急に求婚が来た。相手が急に依存をする。そして相手は異常なほど執着していた。なるほどな。しかし、相手の人格が変わった。正気じゃないレベルの愛情。周囲との関係が崩壊。これは、愛情というより支配だな。それに、ここまで人の心を動かす何か。人間の力でどうにかなりそうな案件ではないな。連続失踪事件など、警察が調べればいいと僕は思っていたが、わざわざ女王陛下が僕に直々にこの案件をお願いしてきたのには、人間じゃない何かとの関係があるからかもしれないな。この3人が失踪する直前に会っていた人物について心当たりはあるか？写真、見せてくれ。これは、どういうことだ？ここに写っている。僕には何も見えないが、お前には何か見えるのか？なんだセバスチャン。
それは興味深い。そうなのか。写真には写らない何かの存在。これは確実に人間でない何かが関わっている。しかし、この三人の貴族と出会うには何かしらのつながりが必要だ。おそらく人間でない何かだけではこの貴族と接触することは不可能であろう。となると、人間とその何者ではない何かが共闘していると見た方がいい。人間は関わっているとして、その何でもないものというのが何なのかだ。もしかしたら、悪魔か。そうだよな。悪魔がこんな質の悪い魂を求めるとは思わない。さらに、悪魔が魂を奪った後、肉体は必ずその場に残る。今回は失踪事件だ。肉体ごとその場から消えている。となると、悪魔の犯行ではないと。魂に触れることができる死神か？いや、それとも悪魔の真似事をしているイミテーター。まさか、人間が己の技術を利用して何かをしようとしている。それか、セバスチャン、こういうのは考えられないか？悪魔になりきれなかった未成熟な悪魔の仕業。聞いたことがないだけだろう。存在するかもしれない。現に肉体ごと失踪している。これはきっと魂だけをうまく食い尽くすことができないということではないか。もしこの事件が人間を仲介者として悪魔にその肉体と魂を受け渡す契約だとしたら、この3枚のカード、ここに書かれていた時間、この時間はその契約が成立した時間を表すとしたら、お前何か心当たりがあるのか？なぜそれをもっと早く言わない？見せてくれ。なるほど。これが3月に入って初めて失踪したエドマンド卿の部屋に残されていた時計か。この時計の時間がエドマンド卿のカードに書かれていた時間と一致すれば、おそらく契約が成立した時間という可能性が高い。これは1時12分。1時12分。確定だな。しかし、こんなにも多くの人間の肉体を集めるとなると、それなりの場所が必要となる。その場所が未だにイギリスの中で見つけられていないのは、かなり怪しいな。人の肉体というのは場所を取るし、魂を食べてしまったらその肉体は腐っていく。肉体は一体どこへ行った？この肉体を集めている場所がこのイギリスの中にあるというのか？いや違う。魂を喰らうために肉体ごと集めていたんじゃない。もしかして、確かに仲介者である人間にもメリットがないとお互いに協力する意味がない。つまり未成熟な悪魔と人間が協力しているその理由はお互いにメリットがあるからだ。未成熟な悪魔は魂を食べることができる。これがメリットだとして人間のメリットとは一体何だ？もしかして肉体は
仕方がなく回収されているのではなく、理由があって集められている。集められる。実験。死体を使った実験か。ゾンビ実験。アンダーテイカー。セバスチャン。ことが大きくなってきた。なるほど。裏でアンダーテイカーが関わっていたとすればものすごくつながる。この封筒に押されていた印。何かの組織を意図するものだ。こんなにわかりやすく僕に何かを伝えようとしていたのか。何？その情報は本当か？死体を生き返らせる実験をフランスが国からお金を出してしていると。なるほど。セバスチャン。この紋章についてイギリスだけではなくフランスも含めて調べてくれ。点と点がつながった。お前には感謝している。ここから先の調査は私が引き受けよう。なんせ、女王陛下の頼みだからな。では、ご苦労だった。私は今からフランスへ行く。ファンクラブでは、YouTube では見られない限定ロールプレイ動画や、ここだけの秘密の声日記や、名前入りデジタルチェキ、